てください。この小さな金色のパーツ。実は、ヤフオクのジャンクの山から掘り出してきたものなんですが、これ、本当に18金かもしれないんです。しかも、刻印が異常に怪しい。ドット絵みたいに点々が並んでる。角度によっては、全く見えない。幻の刻印。これ、本当に18金。それとも、隠されたお宝。そしてもし本物なら、この小さなパーツで、なんと14,000円の価値がある可能性も。というわけで今回は、このパーツの刻印の正体と、本物の金かどうか、そしていくらになるのかまで、とことん検証していきます。どうも、ジャンク鉱山ラボです。今日は、ヤフオクのジャンクの山から、こんな小さな金色のパーツを発掘したので、検証していきます。この動画でわかることは、3つ。1つ、独特で珍しい18金のドット刻印の特徴について。2つ、この小さな金色のパーツが、本当に金なのかどうか。3つ、いくらで売れるのか。以上の3点です。これらを、高価な機材は使わずに、できる範囲でシンプルに検証していきます。まずは、重さを測ってみましょう。これは、とっても大事なことなんだ。1.21g。増えろ。重さよ。増えろ。増えませんね。はい。では今回、この小さなパーツ、とっても独特で、珍しい刻印が入ったパーツなんです。早速、よく見てみましょう。可動部分があって、キーリングやキーホルダーのような構造をしています。バネで戻るようになっているのが、一つの特徴ですね。形も、丸じゃなくてだね。拡大して見てみましょう。この動く部分に、なんと、K18 の刻印があるんです。K18 っていうのは、日本でよく見かける貴金属の刻印です。この刻印は24分率でその純度を表しているんですね。24分率っていうのは、純度24が 100% として表す方式のこと。いつも刻印なし、や、謎刻印ばかりを動画にしてるんだけどね。今回は、珍しく定番の刻印なんだよね。なんでいつも謎刻印ばっかりなのかって、それはね、今、金がとても高くて入手しづらいからなんです。だから、ジャンクあさりで見つかるのは、刻印なしや謎刻印ばっかりになっちゃうんですね。でも今回は、ド定番の K18。ちなみに、主な24分率の刻印と純度は、こんな感じ。純度が高いほど 1g あたりの買取額も高くなるんですが、それと合わせて重さもとっても重要な要素になってくるんです。今回もし本当に18金であれば 1g あたりだいたい12,000円。それに 1.21g をかけると 14,520 円くらいになるはず。なんだけど、この刻印ちょっと変なんだよね。なんか、かすれたように薄いし、まるで、ドット絵、みたいに、点々が見えるんだよね。刻印って、普通はタガネをハンマーで叩いて打つんだけど、この刻印、なんか、違和感あるんだよな。しかも最大の特徴が、見る角度によって、全く見えなくなるってこと。これじゃあ、パッと見、誰も気づかないよね。ジャンク鉱山ラボでは、動画になりそうなものを探そうと、舐めるように細部までチェックしてるから気づけたんだけど、こんなシャドウ刻印、多分店頭買い取りのお店の人だって気づきにくいと思うよ。可動パーツの内側はこんな感じ。中にバネが見えます。ドット絵みたいな刻印が
どうしても気になるので、USB 顕微鏡でもっと拡大して見てみよう。顕微鏡の画像はこっちのパソコンでキャプチャしてます。おお、やっぱり小さな点が細かく並んで文字を表現してるみたい。線が繋がってるんじゃなくて点の集合体なんだね。なんか過去動画の自作金かを思い出したよ。タガネでいっぱい土目模様をつけたやつ。実はこれ DPM って呼ばれるドットピンマーキングあるいはドットピーニングっていう加工技術なんです。小さなピンを高速で打ち込んで点々で文字を刻む方法。工場のラインで自動化できる機械式の刻印技術。職人さんがタガネで打ち込むような高級ジュエリーではまず使われない方法です。正直この刻印を見たときは、これ安価な量産品かな、本当に18金なのかなってちょっと疑いたくなったんだよね。では試金石を使って検査していきます。この黒いモノリスみたいな板が試金石です。ここに素材をこすって削ってからその削り跡を観察したりテスターの反応を見たりして判別します。削った感触はいいね。硬すぎず柔らかすぎず、削り跡もスーッと伸びてるね。ただちょっと色がブロンズっぽい。そういえばパーツ自体も一般的な金色よりちょっと深い色だったよね。さあテスターで反応を見てみましょう。 1.21g だからキャバクラはちょっと心細いけど焼肉なら十分すぎるんだぜ。おお、消えない。これは金の可能性が非常に高いんだぜ。疑ってごめんよ。とはいえ過去に何度も煮え湯を飲まされてきたジャンク鉱山ラボ。この程度では信用しないのです。完全に破壊して内部までしっかり検査しないと安心できない。石橋は叩いてぶっ壊す。それが破壊検査だ。まずは可動パーツを取り外します。たとえ金や銀、プラチナだったとしてもこの中にあるバネは違う素材だからね。ほら、ネズミ色のパーツが出てきたよ。てかこの作業結構大変だね。取れた。これがねじりバネ、トーションスプリングです。ねじりバネっていうのはバネの中心軸を回転させる力に対して反発力を生むバネのこと。アクセサリー界隈でも可動部分によく見かけるんだけど、製品の素材に磁性がないのに磁石がつく場合は大抵このねじりバネが原因です。ほら、磁石がついた。軽いから宙を浮くようにして飛んでいったね。本体の方には磁石はつきません。ちなみにこの磁石、ハードディスクから取り出したネオジム磁石っていう超強力なやつ。この浮いてく感じ、たまらない。疑り深いジャンク鉱山ラボは本体も切断して中身を検査します。切断面をテスターに当てて反応を見ます。おお、反応なし。切断面も綺麗だね。これなら大丈夫そうだ。やった。嬉しいな。これで2つの検証が終わりました。1つ、独特で珍しい18金の刻印について。これはドットピーニングという機械式の刻印技術でした。2つ、この小さな金色のパーツが本当に金なのかどうか。破壊検査の結果、金である可能性が非常に高い。最後に3つ目、いくらで売れるのか査定結果の発表です。果たしてこのスクラップの買取金額はいくらなのでしょうか。ドットピーニング刻印の計18スクラップ 1.21g で 14,520 円。おお、あんなに疑ってたのにちゃんと18金だったね。ドットピーニングの特徴の一つに
素材を傷めにくいっていうのがあるんだ。ハンマーによる打刻と違って、点々の浅い打点だから、素材の変形が少ないんだよね。小さな可動パーツに刻印を打っても、後でねじり刃で特に立てやすい。しかも、ドットの連続だから、品位ごとに専用のタガネを用意する必要もない。コスト面でも、運用面でも、ドットピーニングの良さがよくわかりました。実は、刻印には、レーザー刻印っていう別の方法もあるんですが、それについてはまた別の動画でゆっくりお話できたらと思います。今後もこんな感じの動画を作っていく予定なので、もしこの動画が良かったら、チャンネル登録とグッドボタン、どうぞよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。